皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は7月18日にリリースしたスターレゾナンスの簡単なプレイレビューと新作タイトルをババッと紹介いたします。どのタイトルも日本リリースの可能性が高いものばかりですので、ぜひ最後までご覧くださいませ。このチャンネルでは中国や韓国の最新ゲームを紹介しているので、興味のある方はチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルはエンバース。正式リリース日は現時点で未定ですが、中国での CBT が実施され、すでに事前登録30万超えと高い注目を集めているタイトルです。ジャンルは二次元アクション共闘 RPG、開発はキーフスタジオ、プラットフォームは iOS、Android。物語の舞台は文明の灯火が消えかけた終末世界。プレイヤーは電化者として過去の英雄の魂から生まれた存在、人天使たちを率い、灰に包まれた世界に再び希望の火を灯す冒険へと旅立ちます。テーマは希望の継承と再生。滅びかけた文明の中で仲間たちと共に火を守り、未来を切り開く。そんな儚くも力強い物語が展開されます。本作の特徴ですが、注目すべきはアクションバトルの爽快感。コマンドベースの操作に加え、キャラ同士の連携やスキルコンボによる爽快なバトルが高く評価されています。登場するキャラたちはライブ 2D で表情豊かに動き、それぞれ異なるスキルを持ち、パーティー編成の自由も高め、戦略性と爽快感を両立したアクションが楽しめるよう設計されています。探索面でも森や廃墟、古代の遺跡など多彩なマップが用意されており、世界観の美しさとスケール感にも注目が集まっています。また拠点の建設、強化、協力プレイによる防衛戦、さらに多勢力との交流や選択肢によって分岐するストーリーなど豊富なサブコンテンツも魅力の一つです。中国で行われた CBT では UI やビジュアルの完成度が高く、多くのプレイヤーから原神系とは違う独自の魅力があると高評価。ビリビリ総合スコアは 9.4 と非常に高く、アクションが軽快、世界観が美しい、サウンドが心地いいなど多方面で好評を得ています。ただ課金システムやキャラバランスに関しては今後の正式版での調整に期待といった意見もあり、開発の対応が注目されています。今後の展開としてはグローバル展開や日本語対応も視野に入れている様子で、ビリビリゲームでの高評価や SNS への反応からも正式リリースに向けた期待が日に日に高まっています。エンバーズは美麗な終末世界を舞台に人天使たちと希望をつなぐ冒険が描かれる二次元アクション共闘 RPG。 高いアクション性とビジュアル、ストーリーや戦略性、探索要素も兼ね備えた注目の新作タイトルです。今後の情報公開、そして日本展開の動きに期待です。続いて紹介するのは美少女ダンジョン RPG ソウルタイド2。本作は前作ソウルタイドから続く正統派続編として開発されており、現在事前登録がスタートしています。リリース日はまだ未発表ですが、すでにビリビリゲーム内では注目度急上昇中の作品です。それではどんなゲームなのか簡単に紹介すると、ソウルタイド2はドールと呼ばれる美少女たちと共に迷宮のようなダンジョン探索をしていくファンタジー RPG。プレイヤーは人形使いとして彼女たちを導きながら世界に潜む謎と危機に立ち向かっていくことになります。ジャンルは次世代探索型ストラテジー RPG で、探索、バトル、育成の3軸をバランスよく楽しめるゲームになっています。そして今作は前作と比べて大きく進化したのが何といっても探索システム。前作ではマス目形式の 2D 視点でダンジョンを進んでいましたが、2では一人称視点のフル 3D マップ探索に対応。より没入感のある演出とリアルな空間の中で謎解きを楽しめるようになりました。またバトルも単性のシステムを継承しつつ、スキル連携や陣形による戦略性がパワーアップ。キャラごとの立ち回りがより重要になったとシリーズファンからも好評の声が上がっています。さらにライブ 2D で描かれる美少女キャラたちとの交換度イベントや宿舎システムを引き続き搭載。お気に入りキャラと交流を深めてストーリーを掘り下げる楽しさも健在です。もちろん前作から続くミステリアスな世界観も本作の魅力。ドールたちの背後に隠された真実、そしてプレイヤーの選択によって分岐するストーリーも用意されています。前作との違いを簡単にまとめると、
探索は 2D から 3D へと進化し、演出没入感ともに大幅アップ。バトルはより戦略的になり、育成やキャラ交流の要素もボリューム強化。まさにシリーズファンにはたまらない続編と言えそうです。現在公式ではティザー PV も公開中。幻想的な BGM とキャラたちのセリフ演出も確認できるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ソウルタイド2は前作の魅力をしっかりと受け継ぎつつ、探索、バトル、育成の全てに磨きをかけたシリーズ待望の本格続編。正式リリース日が発表されるのが今からとても楽しみなタイトルです。続いて紹介するタイトルは、幻想と現実が交差する東洋ミステリー RPG の注目作、月影12階。このタイトル PV が公開された直後から雰囲気がすごい、何この空気感なんて声が上がるほど、とにかく独特な世界観が魅力なんです。月影12階は現在開発中の新作スマホ RPG。開発はファントゥーゲームス。プラットフォームは iOS、Android。ビリビリを中心に事前登録が始まっていて、正式リリースは未定。本作の舞台は月影に照らされた12の街。幻想と都市伝説が渦巻くこの世界で、プレイヤーは調査者となり、街の異変を探り、戦い、記録していきます。一見するとよくある 2D 美少女 RPG と思うかもしれませんが、実はこのゲーム、フィールド探索やバトルの演出がとにかく独特。まずフィールド探索は箱庭のように閉じられた空間をまるで絵巻やジオラマを眺めるような視点で進みます。背景は中華レトロ風でもどこか現代的。パララックスの示唆効果で静かに動く街並みがまるで物語の舞台そのもの。動作や謎解きもガチャガチャした派手なエフェクトではなく、淡く静かな UI で表現されていて、都市の裏側をじっと見つめるような不思議な没入感があります。そしてバトルもまた派手なカットインや派手な演出ではなく、静かで滑らか。セリフや表情で感情を描く演出が中心。コマンド式の単性バトルながらスキルの発動に間があり、どこか戦いというより登場人物たちの会話に近い印象すらあります。この静けさ、抑制されたテンポ、そして背景に潜む何かおかしい感じ。まさに都市伝説と幻想と人間ドラマを融合させたミステリー劇としての RPG 体験と言えるでしょう。キャラクターたちもライブ 2D 風のアニメ演出で表情豊かに描かれ、それぞれの過去や感情がプレイ中に自然と伝わってくる構成となっています。また探索とバトルの合間には選択肢や会話シーンが挿入されるなど、アドベンチャー的な要素も存在。月影12階は探索、調査、バトル、物語を一体化させた内省的で幻想ミステリー RPG とも呼べる作品。現在はビリビリを中心に事前登録が受付中。PV ではストーリーの断片や複数キャラクターの確認、さらに年ごとの事件がほんのりと見せられており、今後の情報公開がますます楽しみな状況です。月影12階は都市の奥底に潜む怪異と向き合う東洋幻想とミステリー RPG の意欲作。派手なアクションはないけど物語に浸る RPG。雰囲気芸が好きな人には刺さること間違いなしです。リリース時期はまだ未定ですが、これから来る静かな衝撃に備えて今のうちにチェックしておきましょう。ソーシャルゲームラボ。続いてのタイトルは2025年のリリースに向けて静かに注目を集めている新作 RPG テラビス。本作は MU シリーズなど数々のオンラインゲームを生み出してきたウェブゼン、そしてその開発子会社ウェブゼンノバによって制作されています。対応プラットフォームは iOS、Android、PC。スマホと PC を横断するクロスプラットフォーム仕様で、どこでも同じゲーム体験を提供する設計になっています。ジャンルとしてはキャラクター収集型 RPG に分類される本作ですが、単なるキャラ集めにとどまらず、壮大な物語とアニメクオリティのビジュアル演出が高次元で融合しており、アニメとゲームを掲げた新世代 RPG の代表格とも言える存在です。舞台となるのはかつて文明が栄え、しかし今は崩壊の危機に瀕している世界テルビス。プレイヤーはこの終末世界に降り立つ希望の継承者として文明の残骸を巡りながら仲間たちと共に滅びを食い止める冒険に身を投じていきます。崩壊した文明を絆で救う、そんなメインテーマが貫かれたストーリーは幻想的でありながらどこか現実味のある余韻を残し、キャラクター同士のドラマや
内面描写にも重きが置かれています。注目すべきはまずそのビジュアル面。全編 2D アニメ調で描かれたキャラクターたちはライブ 2D の表情変化や滑らかなモーション演出によってまるでアニメ作品の登場人物のように生き生きと動きます。必殺技のカットイン演出も迫力があり、声優陣の演技も相まってスキル発動の一瞬一瞬に見応えを感じられる作りになっています。キャラにはクラス設定や固有のバックストーリーが用意されており、日本語ボイスには水瀬いのりさんをはじめとした人気声優陣が参加。推しキャラとの没入感がある時間が楽しめる仕様です。戦闘は一見すると単性ですが、実際にはオート進行と手動スキル、チェーン発動といったリアルタイムに近いアクティブバトルの要素も組み込まれています。陣形やキャラ相性、スキルの組み合わせによってバトル展開が大きく変化し、PVP や共闘などのモードではより高い戦略性が求められる構成です。ただし日本版 CBT に参加したプレイヤーからはテンポ感が緩めで爽快感にやや欠けるとの指摘もあり、正式リリースまでの調整に期待が寄せられています。また視覚演出とキャラ描写のクオリティについては非常に高く評価されており、 PV 詐欺ではと疑っていたプレイヤーも実際のカットイン演出やキャラ表情に触れて手のひらを返す、そんな声も SNS で多数見られました。ストーリーは序盤からフルボイスと章立て構成になっており、群像劇としてのドラマ性も持ち合わせています。公式からはティザーサイトの公開を皮切りに主題歌「The Player of Terabis」オープニングアニメ PV の公開、日本語 CV 起用の発表、さらにコミックマーケット105出展など日本市場を見据えた展開が次々と打ち出されています。すでに YouTube でのオープニング PV は50万回を超える再生数を記録しており、その注目度は日を追うごとに高まっています。加えて漫画や Webtoon、アニメとのメディアミックス展開も予定されており、ゲーム外でもテラビスの世界を楽しめるよう設計されています。まさにキャラクターと世界観にどっぷり浸かれる仕掛けが満載です。開発陣からはこれまでのウェブ前作品とは全く違う新しい挑戦とコメントされており、重厚な MMORPG の伝統から脱却し、ストーリーと演出で見せる RPG という新しい方向性が強く感じられます。ただキャラ収集 RPG において避けられないガチャバランスや育成周回の設計に関しては CBT 参加者の間からももう少し素材ドロップ率やバランス調整が必要といった声が出ており、運営の対応が注目されています。ガチャ要素について今後の課題としつつも、ビジュアル、演出、キャラクターの3点に惹かれたユーザーからは、これは刺さる人にはめちゃくちゃ刺さる、オタク向け RPG の完成形といった反応もあり、テレビスが放つ独自の没入型ビジュアルストーリーテリングは確実にプレイヤーの心をつかみ始めています。ということでテレビスは終末世界を描く壮大なストーリー、感情豊かに描かれた 2D キャラ、そしてアニメとゲームを横断する表現力が光る注目の新作 RPG。2025 年どんな仕上がりで登場するのか、今からとても楽しみなタイトルです。続いて紹介するタイトルは2025年7月中国で正式リリースされた MMORPG スターレゾナンス。今回はスターレゾナンス中国版をまったりのんびりプレイした感想と中国国内のユーザー反応をまとめたので紹介します。まずお知らせ、7月24日よりグローバル版のベータテスト募集が行われており、サービス提供地域に VPN 接続することで募集サイトへアクセス可能です。ここで便利なのがラゴファスト、海外ゲームプレイヤーにとって最強のツール。特に便利なのがリアルタイム翻訳機能で、英語はもちろん中国語や韓国語のゲームのテキストが読めないからある程度理解できるって状態になれます。これまでスマホ撮影や OCR 翻訳に頼っていた手間が大幅に減少。さらに VPN としての性能も高く、地域を指定してエピックや Steam の新規アカウント作成も可能。通常の VPN とは違い、ラゴファストはゲーム回線最適化ツールという位置づけで、利用規約にも違反しないとされているため安心して使えます。今回特別にサブスク決済時に利用できるクーポンコードをいただいてますので、興味のある方は概要欄にダウンロードリンクとコードを記載しています。そちらご確認くださいませ。それではまずスタレゾとは何ぞやというところから。このタイトルはバンダイナムコのブループロトコルの IP を元に
上海の開発会社僕らとテンセントが共同で送り出すいわばもう一つのブルプロと呼べる作品です。対応プラットフォームは PC、iOS、Android。サービス開始初日は中国のアプリストアで堂々のダウンロード1位を記録し、世界的な注目を集めました。物語の舞台は星の痕跡に導かれた終末世界。プレイヤーは共鳴者となり、かつて栄えた文明の記憶を巡りながら、希望の光を取り戻す冒険へと旅立ちます。美麗なアニメ調の 3D フィールド、爽快なバトル演出、そして生活要素と探索が組み合わさった設計により、冒険と日常の両立を感じられるのが本作の魅力。中でも注目すべきはプレイヤーの職業システム、いわゆる七職双形と呼ばれるシステムで、1キャラクターが複数の職業と流派を切り替えながらプレイできる柔軟さが支持されています。これによりタンク、DPS、ヒーラーといった RPG らしい役割分担が構築され、ソロでもマルチでも自分のスタイルに合った立ち回りが可能と、システム面だけ見れば FF14 のようなロール重視型 MMO の可能性も感じられます。と、ここまでが簡単な概要でプレイ感想ですが、結論から言うと探索は楽しい。でももし戦闘にもっと役割の重みがあれば今年一番の MMO になっていたかもしれない。個人的にこの世界観はすごく好みだし、フィールド探索の自由度や移動の快適さはかなり楽しめてる。特にストレスなく空を飛べる感じとか、ついつい寄り道したくなる魅力がある。ただ肝心の戦闘については前回のベータから変わらず、役割の存在感が薄いと感じる。タンク、ヒーラー、DPS がいてもそれぞれの責任や連携の必要性が急須で、 FF14 のようなロール重視の戦い方を期待するとちょっと物足りない。今後のアップデートでユーザーの意見を反映し改善されると嬉しいところ。もちろんいい点もある。例えばソロでボスが倒せるっていうのは忙しい人には本当にありがたい。ただその分役割の意味がさらに薄くなっている気もして、ソロアクション寄りに舵を切るならそれなりの手応えや操作性も欲しいかなと。この辺りのバランスは本当に難しい問題だと思う。育成に関してはいわゆる MMO らしい沼って感じで自分は嫌いじゃない。ただ今の時代感に合ってるかと言われると人によっては重く感じるかも。でも MMO なんてそもそも沼だよねって思っている自分としてはスタレゾの育成はむしろ良心的に感じてる。で、現状中国大手のプラットフォームタップタップの評価が 3.5 と厳しい状況で、中国のユーザーの反応を見ていくとこの役割の重さという点に少し疑問符がつきます。例えばタンク職について設計上は敵の攻撃を引き受ける守護的役割ですが、プレイヤーからはタンクがいなくてもクエストは回せる、速攻攻略だとむしろ邪魔といった声もあり、戦闘における存在意義がやや急数。ヒーラーについても複数の流派を持ち高操作型の支援が可能ではあるものの、難易度が高すぎる上に支援を必要とされるコンテンツが少ないという声が聞かれます。システムとしてはタンク、魔導士、支援者が揃っているのにこれらが有機的に噛み合う場が用意されていない。この点について中国のタップタップレビューでは FF14 のように役割分担が成立している戦闘体験はできていないとの辛口なコメントが複数寄せられています。PVP やレイドといった多人数での連携が生きる高難易度コンテンツが現状不足しており、どうしても MMO 風の箱庭オープンワールドにとどまっている印象を受ける人も少なくありません。ただ本作の魅力としてはキャラの可愛さ、自由度の高い育成、探索の密度、生活系コンテンツの豊かさといった点が多く挙げられており、特に SS や着せ替え、日常的な体験を求めている層からは高く評価されています。空を飛んで景色を眺めているだけで楽しい、拠点を育てるのが心地よいといった感想も多く、 MMORPG というよりは自由度の高いソロ RPG に近い体験として評価され始めている側面もあるようです。そしてリリース直後の段階でもう一つ気になるのが成長バランスと育成設計。職業ごとの育成に必要な素材が多く重たいという声が見られ、育てる職業を絞らないときついといった声もありました。この点については今後のグローバル展開に向けてどこまでチューニングされるかが注目されます。
現時点のスターレゾナンスをまとめると、アニメ調の美しい世界観、豊富な職業とカスタマイズ、探索と日常のバランスが魅力の新作。 MMORPG でありながら FF14 のような明確な役割分担に基づく緊張感がある戦闘体験とはまだ距離がある作品と言えるかもしれません。ただ世界観やビジュアルに惹かれた人たちにとっては十分に没入できる内容であり、今後のアップデートや高難易度コンテンツの拡充によってより本格 MMO らしい戦術性が育っていく可能性も期待されています。2025年内にはグローバル版の展開も予定されており、いずれは日本語版の登場もあるかもしれません。ソーシャルゲームラボ。はい、今回は今後リリース予定の注目作から7月18日リリースのスターレゾナンスについて簡単な感想をお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。視聴者日記の中にも何か刺さるタイトルがあればぜひコメントで教えてくださいませ。この動画参考になった、良かったという方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価お願いします。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。